こんにちは、ゆかです。実は私、まるまる1ヶ月間、姿を消してました。この YouTube で言えばね、例えば、全然っていうかもうほとんど私この YouTube いじってませんでした。でも、火曜日と金曜日、同じようにビデオ上がり続けるから、表向きは私が今までと同じように、このチャンネル運営をしているように見えたと思う。でも私、1ヶ月間、娘が学校お休みだったので、今、タイに住んでるからね、近くのパタヤっていう海辺の町があるんですが、そこでがっつり休暇を取ってました。わかるかな？なんか結構日に焼けた。この腕とか見るとわかるかも。ほら、時計の跡とか。なんかね、水着も結構海とかプールで焼いたので、跡がすごいです。でね、まあ話戻って、なんでこんなことについて話してるかっていうと、今日はね、自分が本当に生きたい人生、本当に幸せに生きるために必要になってくる時間管理術について話したいと思います。この時間管理について話そうと思った時に、それぞれね、みんな目指しているところって違うと思うんですよ。なのになぜかね、巷にある特定の本を、これは時間管理についての領書だ。これは時間管理をしようって考えた時には読まなくてはいけない本だって言ってね、いくつかピックアップされたりすることもある。あと、誰かが言ってることをね、もうみんなが従うべきルールであるように話したりすることがあるでしょ？でもね、私はね、時間管理術っていうことを考えたときに、時間をいかに管理して、いかに生産性を高めるか、コスパタイパを高めるかってね、そこを考えるのって順序が逆じゃないかなって思うんですよ。っていうのがこれ、皆さん、人それぞれね、違う価値観によって人生生きてる。人それぞれの幸せなんて他の人にはわからないでしょ？だからね、自分がね、どういう人生を、どういう時間を生きていったら幸せなのか、そこのところをまず最初に考えた方がいいんじゃないかって思ったんですよね。1日24時間あって、これは平等に誰にでも与えられている。これを増やすことも減らすこともできない。だったら、自分が幸せだなって思うように、自分がこういうことをしたいな、こういうことをして時間を過ごしたいな、誰かとこういう時間を共有したいなって思ったことに、できるだけ多くの時間を費やせたっていう方が勝ちじゃないかなって思うんですよね。いかに生産性を上げて、いかに他の人よりより多くのことをするかではなくて、自分がどういう時間を過ごせたら幸せなのか、その時間をこれぐらいの日数なのか、どれぐらいかのね、期間ね、過ごせればすごく幸せだって、その自分が幸せだなって思う時間を過ごすために、他の時間を有効に使うっていうことじゃないかなって私は思うんですよね。だから、時間管理にこそ逆算思考が大切だって今は私は思ってる。もともとはね、ものすごい何でも締め切り間際にならないとやらない人だったし、本当に準備だとか逆算なんてことは全くしてこない性格でした。常にその時々自分がいいように過ごしてきた。で、最終的に帳尻を合わせるタイプ。そう。ちょっとそういうゆるい性格です。はい。もともとはね。でも、そこのところでね、やっぱりいろいろ考えるうちに考え方が変わったんですよね。私今まではその時々自分が一番幸せだって思うことができて、その時間が
積み重なっていったら人生になって、最終的に幸せな人生って感じるんだろうと思っていたけれど、でもね、今私には家族がいて、娘がいて、その大切な人たちと、こういう時間を過ごしたい、こういうことを共有したいって思うことがある。一人じゃなくなったからね。で、私は仮にね、一人だったら全く自分の好きなことを自分の好きな時にやってっていう人生をきっと続けられたと思うし、今でもそのまま来れていたと思う。でも、もしね、自分の幸せの核の中に他の人が入っているとしたら、その人たちの時間とかね、予定っていうのもあるから、それをね、考えられるだけの人間になってきたのかな。はい。ちょっとね、その時々、私が好きなことだけをやって、その時間が積み重ねれば幸せな人生っていう考えからはちょっと変わりました。で、私がこの1ヶ月間がっつり休暇取ってたでしょ？表向きは多分みんなね、私が今までと同じように生きてると思っていたと思う。で、例えばこの YouTube だって、火曜日と金曜日、ずっと同じようにビデオが上がり続けてたと思うので、誰も私が1ヶ月間もね、この YouTube ノータッチだなんて思わない。でも、この1ヶ月間、私は、この表向きはね、いなくなってたんです。で、その間、私は何をしていたかっていうと、家族とがっつり休暇を取ってた。海だとかプールで一日過ごしたりね、お家でゆっくりしたりだとかね、そういう時もあったし、なんかね、それとか、読みたい本とかもいっぱい読み進んで、この1ヶ月だけでね、3、4冊読んだかな今のところね。うん。だから、本当に好きなことがいっぱいできたし、私にとって、娘とその時間を共有できたこと、旦那さんと娘の家族みんなでね、パタヤ、タイのこの海辺の町に行って、一日中プールだとか一日中海でっていう日をね、何日も過ごせたっていうのはすごく幸せなことだったんです。で、そのね、時間管理術っていうのを私が考え方を変えてこれが実現したんだけれどね、人生を逆算して考えるっていうことを始めたっていうことで、今年2026年私いろんなことを逆算して計画を立ててるじゃないですか。で、その中の一環としてね、この1ヶ月、ちょうどこの1ヶ月休むために私は今年の1月1日ぐらいからビデオを計画的に取りためたりとかね、そういうね、外向きに私がさも活動しているかのような、ように見えるね、ことを、ちょっとずつちょっとずつ、何ヶ月っていうのか、まあ2、3ヶ月かけてね、こう仕込んでいったわけですよ。私が、こっからここまでの1ヶ月、自分で家族とゆっくり何の心配もしないで過ごす時間を作りたいと思った。そういう時間を自分にプレゼントしたいって思ったから、逆算していったんですよね。自分で、ここのところまでに何本ビデオを撮りためてないとダメだなとか、そういうね、いろんなことを考えて逆算していった。これって大したことないように聞こえるかもしれないけれど、時間管理術っていう時ね、過去の私と同じように、多分今その時やるべきことをいかに効率的にやるかだとかね、やるべきことやらなくていいことを分けて、この自分が活動している8時間なのか16時間なのかね、人によって違うと思うけれども、その時間の中にいかに当て込んでいくか
とかね、そういうことを考える人もいると思うんだけど、私ね、時間ってすごいギフトだなって思うんですよ。生まれた瞬間から私たちって平等じゃないですよね。こんなこと言うと多分ね、嫌がられるかもしれないけど、でも正直言って平等じゃない。裕福な家庭に生まれる人もいるし、残念ながらお金が理由でいろんなことを諦めなければいけないっていう家庭に生まれる人もいる。それは紛れもない事実で、運動が得意だとか、運動があんまり得意じゃない人もいるし、地頭が良くて、すっごい頑張らなくても、まあまあ自分で行きたいなっていう学校に入る人もいるし、相当頑張ってもそれが叶わない人だっている。本当に努力イコール成果じゃないですよね、この世の中は。どれだけ心が綺麗で純粋で優しくても、それがその人にとっていいことばっかりもたらしてくれるとは限らない。どんなにいい人でも騙されて、家をなくして、お金も取られて、とかね、婚約者にまで逃げられてとか、いろんな人ってやっぱりいるからね。でも、時間だけは唯一私たちに平等に与えられてる。時間って私たち人間に与えられた最大のギフトだと思うんですよね。でね、この最大のギフトをいかに使うか、いかにありがたく思って大切な頂き物だから、預かり物だから、いかに使うかってね、そういう風な考え方をすると、結構ね、やっぱり人生に対しての姿勢って変わってくると思うんですよね。過去の私のように、その時々やりたいことをやればいいとかじゃなくて、最終的に帳尻が合えばいいっていうんでもない。そうではなくて、今、与えられている、保つことを許されている命、この1日24時間の時間、これをね、1日で区切らなくてもいい。例えば、1週間とかね、1ヶ月スパンで見てもいいと思う。人によってはね。でもその平等に与えられている、平等に持つことを許されているこの時間、例えば、私の場合はね、1ヶ月、外向きの活動は一切気にせずに、娘の春休みに思いっきり付き合いたかった。で、旦那さんの休暇のところに合わせて、そのパタヤっていうね、海辺の町にいて、がっつりゆっくり何日も過ごしたかった。それをね、その時間を自分にプレゼントするために、前もって、本当だったらね、1週間に2本あげるビデオでしょ？だから1週間に2本ずつ撮ればいい。そこをね、1週間に3本撮ったり、4本撮ったりしてね、取りためていって、自分に時間をプレゼントするために時間を管理した。で、そういうふうにね、時間管理術って、いかにその時効率的に生きるかってことだけじゃなくって、自分が本当に幸せに感じること、どういうふうな未来、何ヶ月後でもいい、何年後でもいい、1週間後でもいいんだけど、どういう未来を迎えたいのかっていうことに対して逆算して、そのね、努力を積み重ねていくっていうことなんじゃないかなって思うんですよね。そのね、前倒しでやってる努力って、時にはちょっと大変に感じることもあるかもしれないし、もうちょっと休みたいよな。本当にこれやんなくちゃいけないのかな。いや、別に今やらなくてもいいよね。先延ばしにもして困らないよねとかね、いろんなことを思うことはあると思う。そういう努力してる時ってね、そういう時間の積み重ね、その前借りみたいな積み重ねしてる時って、でも、その
時間っていう与えられた一番大きなギフトをね、どう使うかで、自分がね、できることってやっぱ変わってくる。でね、もう一つ言うとね、このね、休暇の間ね、家族で泊まったホテルがあるんですよね。そこのところって、私が今年の初めに、今年はここのホテルに家族を連れて行くっていうふうにね、書いた目標の一つでもあるの。だからね、今年2026年立てた目標が一つ叶ったってことでもあるんですよ。すごい私はね、幸せだった。このね、ホテルのプールとかでずーっとゆっくりしてる間とか、だからね、すっごい幸せ、すごい達成感があったんですよね、私。そこのホテルって、もともと娘がね、横から、そこのプールがいいなって言って、すごいウォータースライダーとか、ちょっとしたウォーターパークみたいなのがついてるホテルだから、横を通った時に、娘が、わー、いいなー、あそこのホテル泊まってみたいって言ったんですよね。で、私はそれを聞いて、そこにどうしても泊まらせてあげたいと思った。そこのところに連れて行って、娘がどういう反応するのかな、どんな嬉しそうな感じになるんだろうっていうのを見たくて、でね、それを覚えていたので、今年はそのホテルに家族を連れて行くって決めたの。だからそのね、時間だとか、その、ありとあらゆるものがね、多分、同じこと言えるんだと思うんだけれど、自分がどういう未来を目指しているのか、自分が経験したい体験、感じたい感情、それを叶えるためには、今何を積み重ねていかなければいけないのか。で、毎日ちょっとずつの積み重ね、一週間にちょっとずつの積み重ねって、そんなに大変じゃない。いざそれをやろうって思い立って、急に出すような力ほど大きい力はいらないから。だからね、これを見てる人たちには、時間管理術っていう単語だけ聞いてね、1日24時間をいかに使うかだとか、いかに効率的にパフォーマンスを上げて使うかとかね、そういうことじゃなくて、ちょっとずつの積み重ねで、いかに自分にそういう時間をね、プレゼントしてあげられるかっていう考えで、ちょっとずつ、ちょっとずつ小さな努力の積み重ねで時間を管理してほしいって思いました。わかったかな？私、時間って時空を変えられるものじゃないし、時間軸を歪めることってできることじゃないし、前借りしていろいろなことをやるとかね、未来のために、そういう考えってあんまなかったんですよね。でも、ちょっと、この娘が行きたいって言ってたホテルに、家族をね、みんな連れてったりとか、この1ヶ月間の休暇がっつりとって好きなことをね、して、がっつり娘と春休み過ごしたりだとかね、それをやって、時間管理って1日24時間をいかに使うかじゃないなっていう結論に至りました。いついつにこれだけの期間、こういうことをしている自分と会いたい、そういうプレゼントを自分にしたい、家族にしたい。だから、そこに合わせて、どういう積み重ねをしていくか。で、その積み重ねのためにどれぐらいの時間が必要なのか。どれぐらいの時間が必要なのかを捻出できたら、どうやって1週間単位だったり、1日単位だったりに組み込んでいけば、もしどっかがうまくいかなかった時に、帳尻で合うようにね、修正したりする時間を持てるのかとかね、そういうことだなって思った。ちょっとね、わかりにくかったのかもしれない。私もまだ説明もうまくできてるのかわかんないんですけど、でも、
なんとなく言ってる意味が分かってくれたらすごく嬉しいです。少しでもなんか感じるところがあったって思ったら、グッドボタンお願いします。で、この次のビデオではね、いかにこの自分に時間をね、プレゼントしてあげたかっていう先、いかに自分がやる人になるのかっていう話をしたいなと思ってます。それでは今日も聞いてくれてありがとうございました。じゃあね。